全ての完成式モーションキャプチャーを救いたい。ジャンクの海からこんにちは。東雲あつりです。皆さんはモコピ使っていますか？体に取り付けてモーションキャプチャーをする機材です。アメリカでも7月14日に発売されるらしいですね。あつりは完成式モーションキャプチャーデバイスはウォークオー VR、ユニモーション、モコピを持っているんですけど、全部ね、押し入れにしまってしまいました。上半身 VTuber だと VC フェイスで全部できちゃいますからね。それでもね、気軽に配信に使えたり、特殊撮影で使えるんじゃないかなと期待していました。特にモコピはスマホで簡単にセットアップができて、外で使えるし、防水もあるし、ソニーが作っているので、便利なサードパーティーソフトウェアもどんどん出ると思っていました。でもね、そうはならなかった。ならなかったんだよ、ロック。お出かけ AR ってアプリがあって、モコピで撮ったモーションを AR で好きなところに置いて撮影できるのがめちゃくちゃ便利なんですけど、それぐらいですかね。VR チャット以外に使っている人、なかなかいなくないですか？こんな使い方してるよって人がいたら、ぜひコメントください。それでね、外でもモーションキャプチャーができるんだったら、車の運転とか作業動画とか、そういうの撮りたいんですよね。でもね、車の運転って特に完成式トラッカーと相性が悪いんですよ。加速度を使っているので、車で加速すると前に進む、減速すると後ろに進んで、ランプで飛び跳ねて、反動で地面に埋まるし、曲がると向きが変わってしまいます。曲がると向きが変わるのは正しい動作なんですけど、常に前からとか一定方向から見た映像が欲しいんですよね。モコピで撮ったモーションを使ってそういうことができるソフト出ないかなと思ってたんですけど、ないんですね。ところでこのチャンネルはフィジカルな DIY をして何が起こるかを楽しむチャンネルなので、こういうね VTuber のためのソフトウェアを書くことには結構消極的でした。ソフトウェアの説明をされてもあんまり面白くないんですよね。作ったら表現の幅が広がるし、ないものは作るが DIY の精神ですよね。というわけで、ドライブしたモーションを自撮りできるソフトを作ることにしました。いやいやいや、どこ行くねーんって感じですよね。久しぶりに数学を使って、設定した方向から常に自撮りをしてくれるカメラを作りました。これでモデルの向きが変わっても、前から見た映像が撮れるようになります。まあ、こんな仕組みで撮れます。決まった向きの動画を撮れるようになったんですけど、激しく動いていることに変わりないので、洗濯機の中に入ってるみたいに揺れ物がものすごい動きになってますね。まるで洗濯機の中に来たみたいだぜ。なので、動きが激しくなるのを抑制する機能を入れました。これでね、揺れ物の動きが自然になりましたね。自撮り機能はかなり使えるようになってきました。車の他にも、船とか電車の中で撮ったモーション、散歩で自撮りするときとかにも使えると思います。モーション単体だと表情がないので、ドライブしてる映像ができたら、次は表情を後付けしたいですよね。モーションの再生中に VMC プロトコル通信で表情をつけられるようにしました。Y だよとか VC フェイスからブレンドシェイプをもらえます。せっかくね、VMC プロトコルを受信できるようにしたので、リアルタイムもね、いけるようにしましたよ。これで 3D ポーズトラッカーやユニモーション、バーチャルモーションキャプチャーからリアルタイムにモーションを受け取ってストリーミングで自撮りできるようになりました。モコピプロトコル通信にも対応したので、たくさんソフトを起動しなくても、モコピアプリから直でモーションを受け取れます。これがね、できるソフト、まだ少ないですよ。リアルタイムになったので、次は SP アウトで OBS に映像を送れるようにしました。これで YouTube ライブにも使えますよね。それでストリーミングに使うなら固定カメラも欲しいですよね。あとは設定のセーブロードをつけて、モデルやカメラ視点を切り替えられるようにしました。もうどんどん脱線してるのでわかると思うんですけど、完全に欲しい機能を作るのに夢中になってます。ちょうどね、副業の契約期間が終わったので、便利なソフトを作れば
DIY の資金が稼げるかもしれません。あとは、リングフィットの配信を見ていると、モーションキャプチャーがだんだんずれてきて、画面の外に出ちゃうことがあるんですよね。そこで XZ 座標の固定機能っていうのを作ったんですけど、これを使うとね、リングフィットらしい動きはそのままで、位置は固定されるので、OBS とかで位置がずれることがなくなります。実際のところは、実際動画はずれた方が面白いんですけどね。あとは車以外の乗り物にもやっぱ対応したいですよね。自転車とかバイクですよね。自撮りの角度か設定してやれば、バイクに乗っている映像も簡単に撮るんですけど、前からだとハンドルより手前に耐えないとおかしいですよね。これってキャラクターのレンダリングの方にレイヤーの概念が必要になりますよね。手だけ取ってハンドルの上に重ねたい。録画したモーションがあったら、同じ設定で同じレンダリングが取れるので、このね、メッシュを消す機能を使って手だけの映像を作ります。帽子も残ってますが、まあ大丈夫でしょう。バイクのキックスタンドのレイヤーも作ったら、グルージョン、3D 的に物が正しく隠れる状態になりました。同じモーションを使って、前だけじゃなくて後ろでも全然撮れます。ちょっと服透けてるのは気にしないでください。これってね、景色さえいろんな角度で撮っておけば、好きな角度から見た映像を作ることができるようになったんですよね。これができると、普通に自撮りするより映像制作の自由度上がりますよね。すごくないですか？どうですか？このソフトがあれば、全身のモーションキャプチャーを使っていろんな映像を撮れるので、完成式モーションキャプチャーを使いたくなってきましたよね。セルフィーレンダラーはブースで買い切り、パトロンでサブスクできます。体験版は全機能が無料で使えます。完成式モーションキャプチャー以外でもね、組み合わせても便利だと思うので、ぜひ試してみてくださいね。すごい映像が撮れたら、ぜひ Twitter とかで教えてほしいです。こんな動画が撮れるかもってアイディアがあれば、ぜひコメントしてください。今回いかがだったでしょうか？面白かったよって方は、高評価、チャンネル登録、Twitter でシェアしたり、YouTube コメントをいただけると励みになります。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。